皆さんこんにちは、よしかチャンネルです。こんにちは。あと10日ほどで還暦をお迎えになられます夫なんですけども、それを目前にしてちょっと夫婦でいろいろ悩んだり、これからのことですけどね、これからのことで悩んだり、これはどうしていこうかと思ったり、そういうことについてね、今日はお話ししたいなと思ってます。いろいろ考えるけどね、これからどうしていくか、仕事もそうやし、あと何年元気で入れるかなって考えたら、やりたいこともやりたいなとか、もちろん旅行も行きたいな、パリへも行きたいな、車も買いたいなあと何年元気でおれるのかなって考えたら、いろんなこと考えるんですよ。正直言って僕病気して一時はちょっともう元に戻れないかなと思った時期があって、結局は元気になったんですけど、今考えるといつまでもこれ同じことしてたらダメなんかな。うちのね両親は健在なんです。で今86歳なんですけどね、2人ともすごく元気で、バス乗って買い物行ったり、今はリュックで背負ってね、半分それがトレーニングなんかもしれませんけど、それぐらい元気で、ただねそれを過信してしまって、自分もそこまで生きるって思ったらあかんなって最近思ってんね。マイナスに思ってるわけじゃないけど、うちの親はすごい86歳で元気やけど、僕はもう早くにちょっと病気しちゃったし、親がそれやから自分も同じように生きれるのかなと思ったら分かんないからね。例えば海外旅行もそうやけど、旅行とかもやっぱりこの60代70代前半って思っとこうかなと。60代から70代前半でやりたいことは終えたいなと、あとはねもうゆっくり、もし元気だったらゆっくり過ごしたいなと、そういうふうに思うとね、そろそろちょっと行動を変えていかないと、生き方を変えていかないといけない時期に来たんちゃうかなって思うんです。ちょっと人生の、ある意味節目なんかな。そう思ったらね、年金のこともちょっと調べたけど、年金も繰り上げでもらうことも今できるやんか。そしたら60歳からもらうこともできんねん。60歳からもらうとして年金もらっていくと、ちょっと少なくなるんやけどね、65歳からもらうよりも。ただね、総額でもらう額とすれば、80歳で帳尻が合うんやって。60歳から80歳まで20年間もらうのと、5年後の65から80歳の15年っていうのは、80になったら同じ額もらったよってことになるってことよね。そうなの。いろんなケースあるから分かんないけど、僕の場合は多分そうなるんですよ。他年金基金とかそんなのも入ってるからね、その辺の計算はしてないけど、だから80まで生きれば、そっからもう少し人生があれば、年金額がちょっと高い65歳からもらった方が得やと。お得ですと。80を過ぎた時にお得になるっていう。80は過ぎてから得になるんね。75とかまでしか生きれなかったとしたら、繰り上げで年金もらってた方が得やったってことになるね。そう考えたら、もちろん選択肢があるでしょ。選択肢があるね。60歳からもらって、もちろん生活費として少しでも潤えるからね、そうやっていけばいいのか、はたまた今の仕事をなんとか頑張って65歳まで働いてね、そっから年金もらうようにするか、70からもらうっていう、そういう選択はないなと僕は思ってて、もう自分をね信じないようにしようと。うちの親の年代まで生きれるってことは、考えないでおこうと。よく言うでしょ、なんか60代の人が老後の計画を立ててはるって言うけど、いやもう老後ですよって言われてはる。それを踏まえてこれからのねことを計画していこうかなと今悩み中です。もちろんね、80歳過ぎても元気にいたいなっていう気持ちはあるよ。そればっかりは分かんないし、そう思えばうちの親の86まで元気でいるという想定で今生活するのはどうなんかなと。もうあと考えたら60から70は10年しかありません。そっから70から75まで旅行とか行けたら行きたいし、元気でね、遊びに行ったりもできればしたいけど、
まあもしかしたらこの10年しかできないかもしれないっていうことで考えたらね、そろそろいろんなことを考えていかなあかん時期に来たなと思ってます。仕事をいつまで続けるかっていうこともね、考えていかないといけないしね。そうですね。正直なところ僕の仕事はちょっとどんな仕事かはっきり言えないんですけど、小さいものをね扱っている卸売業なんですけど、もうねだんだんね低迷していってます。でうちの父親の家業を継いでやったんですけど、まあもちろん僕の代でもう終わりかなって思ってるんですけど、コロナとかのこともあってね、まあ正直そこからちょっと拍車がかかって続けていくのがあと何年かしか無理かなっていうところです。もう今ももうだまし続けてるぐらいの感じでね、なんとか綱渡りでやってるだけでどっかで見切りをつけてもうやめようかなと思ってます。そのやめる時期っていうこともいつにしようかなっていうことと、60を過ぎたら第二の人生としてね、もう全然違うことをやりたいなと。もう仕事は離れて、まあお金をかけないでできることはいっぱいあると思うんでね、本当はまあ60歳あったけど、まあちょっとまだ無理かなってことでもうちょっと仕事しますけど、遅くても65歳までには完全にやめたいなと、そういうふうに思ってます。まあ、できればもうあと 2,3 年でやめたいかな、ぐらいの気持ちでね思ってます。ただね、お風呂やり替えなあかんからね、玄関周りまあその辺ね、その辺をすればね、もうリフォームはないかな。そうかな。トイレやったやんか、キッチンやりました、お風呂と、お風呂洗面台かな、目標はそれですね。そうです。お風呂洗面台。そうなんです。最後に外交もね古くなってきましたんで、そしたらまああとはね、もう大きくお金かけるとこはなしで。そうね、娘の結婚が思いのほかね急に早くなったからね、娘の方に流れていってやったっていうね、流れていきましたんでね。だからちょっと後回しになりましたけどね、車も後回しになりましたそういう年金の問題ってまだまだ先やって思ってたんよ、だけどあれよあれよという間にもう年金を払うのがもうあと1ヶ月ぐらいで最後っていう通知が来た時に、そうやね、と思った。そうやね、正直あの通知が来たからね、もう終わるんや思ったね、でもちろん5年間はまたかけることもできるみたいな任意でみたいなも書いてたけど、もうついにそういう年になったんかなって思うね。そうやね、だから本当そういう年金の問題ってすごい身近になってきたなっていうことと、あと私たちは7年違うから年齢が見えないけど、7年違うってことは1人ずつっていうか、スム子が先もらって、そうやね、で7年後にやっと私がもらえるっていうことで、だから合算できるのは7年後っていうことそうやねっていうのもちょっと若い時は思ってなかったかな、うちにはその問題があるからね。その問題がありましたね。よしかちゃんがね、パートに行って、今と交代やね運転手でついていきますよ。送り迎え付きのパート、もしかしたら行っていただかないといけないかもしれません。そうですよ、もちろんそれは行く気満々でありますよ。フランス旅行は絶対行きたいと思ってるんで、いつ実現するか、まあそれはね、貯金を切り崩しても先に行った方がっていうふうにスム子が言うてくれる、いいかなと思ってるんですよ。70歳になっていくのはちょっとどうかなと。体力があるうちの方がいいかな。そうだからできれば65までに行きたいなと。やっぱりスム子も一度は病気をしたから、この健康でストレス抱えることなく暮らしてほしいなっていうことが、第一にあるから、仕事を辞めたとしても、その細々と2人で暮らしていけたらなっていうふうに、今までね頑張ってきてくれた分、もうあと数年で。もともと仕事人間ちゃうんだね、僕ね。もともと仕事人間ちゃうんですよ。仕事よりも家族の方が比重が高い僕やったんで。子供が1人生まれ2人生まれっていうのにだんだんこう家庭にこう比重がそうやね、寄っていってくれて、私はそれで幸せやったなと思いますね。ちょうどね私たちが結婚30周年でスム君が還暦だからね、今からがまたそういう人生の節目で、今まで走ってきてくれた分今からはゆっくりね、過ごせたらなとはね思いますけどね。私からの還暦のプレゼントはね、
旅行いや今ちょっと計画中なんですよ。まだ予約はしてないんだけども、そうですね。スム君が前からずっと行きたかったっていうあー思い出の地。ハワイだった違う無理です申し訳ないけど海外は無理無理ということでね。パスポートやらなあかんな航空な国内ね。北海道沖縄違う四国のね、高知県の中村っていうところに行きたいっていう思い出の地になってね。思い出っていうかね、サーフィンでよく行ってたんですけど、遠いんですよ。四国の最南端の方なんですよ。2週間とか行ったりしてたの、夏休み、大学の夏休み2週間とかね、そういう感じじゃないとなかなか昔はフェリーで乗り継いで行ったりね、明石大橋がなかったんでね、もちろん淡路島の高速も開通してなかったし、すごい時間をかけてね、行ってたから1週間とか2週間単位じゃないとなかなか行けないとこやったんですけど、今はね行けますんで高速で。すごくね、その中村っていうところの場所の話を昔からよくしてて、でも結婚してからはやっぱり一度も行ってなくって、四国の方のサーフィンにも私もよくついて行ってましたけど、そこまでは行ってない、そこまでは行ってないから、私もそんな綺麗なとこやったら行ってみたいなっていうのはずっとあって、だけど子育てしながらなかなかそういう時間がなくって、で今2人暮らしになってようやく、そういう時間も作れるかなっていうことで、遠いからちょっと2泊ぐらいして、高知県の方行きたいなって。四万十川も行ってみたいな。そう四万十川を見てみたいな。足摺岬、もう本当の最南端のとこですけどね、そこに行ってね泊まったこともある。今行ったらどんな風になってんのかな、もしか変わってなかったら嬉しいなみたいな感じでね、ちょっと行ってみたいなと。観光地っていうわけじゃないんだけど、思い出巡りをね。2泊まだ予約してないんですけどね。私もね、そんな贅沢したいとは思ってないんですよ。ただ生活するにはある程度もちろん最低限お金は必要なんだけど、それ以上欲しいなっていうふうには思ってません。ただ毎日を楽しく生きていきたいなって思うのは思うから、それってね、お金かけなくてもできるのよね。自分の心一つで生活って変わると思うんですよ。私たちのチャンネル名の副題でもあります夫婦で小さな幸せ探しっていうのを書いてるんですけども、やっぱり毎日毎日小さなことの幸せを感じたら楽しいんじゃないかなっていうことは思ってるよね。小さな幸せを探しながら楽しいって思うのも自分やし、つまんないなっていうのも全部自分自身だと思うから、毎日をよりよく楽しく生きていくのは自分次第やなって、自分一つで変われるっていうことやから、小さな幸せ探しをしていけたらなと。本当ですね。物欲はなくなってきたね。小さなちょっとしたもんでこれ欲しいなとかはもちろんあるけど、まあ車ぐらいかな。大きい。そういう思いもあって当然、で断捨離もして今ちょっとずつやりかけてて、そういう断捨離もしていかないとはいけないけれども、だけど生活として必要な新しいものとか、便利なものとか、買える範囲でですけど、断捨離しつつも新しいものも取り入れるっていうことも私はありだと思うし、ちょっとしたことで幸せやなっていう感じる心のままこれからも進んでいきたいなって思うし、コメントでいただいたんですけども、小さな幸せ探しって私たちが書いてることに対して、その小さな幸せを積み重ねていったら大きな幸せになってますねっていう、なんかそういうニュアンスのお言葉いただいた時に、本当やなと思って、その小さな小さな幸せが本当心の中に思い出としても残るし、これからの人生歩んでいけたらなっていうのは本当思います。この間もカフェね、行きましたけど、そういうここいいな、ここ素敵やなとかね、そういうことにお金をかけたいなと。お金と時間。お金かける。そういうことを楽しみたいなやった。そういうことを楽しみたい。そうやね。毎日の乾杯。それは絶対白いな。それは普通に当たり前にやってるからね。それを毎日してるんですけども、今日も一日お疲れ様っていう思いを込めて乾杯。単純なことかもしれないけど、
やっぱり乾杯ってね、私はすごくその瞬間が好きで、それをできる喜びっていうか、今日もできたっていうね、毎日そこまで今日もできたなんて思ってるわけじゃないけど、そのできる喜びも感じてるというか、もちろんね、そういう乾杯する気分じゃない時もあるし、落ち込む日もあるんですよ。そう2人してね、いろんなことあるけど、それがあるかゆえに、乾杯っていうのに喜びを感じる日もある。家のローン終わりました乾杯とかねやったもんね。キッチン完成しました乾杯とか、娘の結婚しまして、もう親の役目も終わりましたということで幸せな乾杯もあれば、この先どうしようとか、こういう時もあるんですよ。こういう時、乾杯、目を見ずに乾杯とかね、乾杯。料理しててもうすぐが早く飲みたいっていう時ね、そう早く飲みたいだけか。夫婦やからいろんなねことがあるんですけどもね、落ち込んだりなんとなく心がしんどいなっていう日もあるけれども、それでも頑張ろうっていう意味の乾杯もあるしね。でいろんな毎日乾杯をしているっていうことは、いい瞬間でもあるかなって、すごく瞬間のこと、瞬間ね、これからのことをね、年金をどうするのかとかね、仕事をどのタイミングで辞めていこうかとかね、そういうことを考える今節目になってきたのかな。目がチカチカするのはどうするのかとかね眼科行きましょう暗いとこ行ったら、なんかピカピカ、それと心配ですそういうこともありますし、いろんなことを計画していかないと。何でも先にやるタイプなんで、全然違う私もそんなに贅沢を思ってないから、仕事を辞めて、のんびり2人で暮らすのも私はいいと思ってるから、一番いいタイミングでね、お仕事も辞めれたらなとは思うけどね。ということでね、ちょっとお腹が空いちゃいましたので、お腹が空きましたね。今日は簡単ホットドッグトーストを始めます。いただきます。いただきます。じゃあこれで乾杯。ちょっと色が変わる。いただきます。パンが美味しいわ。その前にちょっとこれちょうどこのパンめっちゃ美味しい。皮の状態を残してレンチン、ラップを巻いてレンチンしただけで本当にすぐできる。5分ぐらいで柔らかい。甘い。私このまま食べるのが好きなの。醤油つけるの。そう、すむこ醤油つけてまた焼くのが好きやけど、私はもうレンチンで茹でるよりもね、栄養が逃げないし、そのままが、そのままの甘みが。インスタグラムの方では動画の裏側といいますか、また動画とは違った視点で私の思いを語ってたりしてますので、また YouTube とインスタグラムの方と両方見て楽しんでいただけたらなと思ってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それと TikTok 夫婦でいつも動画の最後に踊っておりますが、 TikTok ではまた違う音楽で踊っておりますので、そちらもちらっと覗いていただけたらなと思います。それでは次のよしかチャンネルでお会いしましょう。さよなら。さよなら。